皆さんこんにちは、フーディーボーイです。最近高級寿司をリーズナブルに食べられるお店がたくさん出てきています。その中でもここはすごいと思ったお店に巡り合いました。それが渋谷区恵比寿にあるこちらの寿司初目さんです。どうやら海外のミシュラン2つ星の寿司屋で修行されていた方が握っているというのもあって、かなりクオリティの高いものをコスパ最強で食べられると話題になっています。実際に僕も行ってみて予想をはるかに上回る満足度でした。なんでそんなに安くできるのか不思議すぎるぐらいです。どうしてもその安さの秘訣を知りたくて取材をお願いしてみたら OK をいただきました。今回の動画では仕入れや仕込みといった普段は見ることができない裏側まで撮影させていただき、大将の一日に密着してきました。超貴重なノウハウを惜しみなく出してくれたので、寿司好きな人もそうでない人も楽しめる動画になっていると思います。美味しいものや頑張っている職人さんが好きな人はぜひ最後まで動画を見ていってください。それでは本編へどうぞ。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。いや、全然ないです。よろしくお願いします。今日はコスパがいいお店っていうことで、はい、安くいいものを仕入れるコツみたいなのが、仕入れにそこの秘訣があるんじゃないかなと思うので、いやー、あれですけども、はい。ちょっとその辺も詳しくどんな秘訣があるのかなっていうのを知るためにですね、カメラ回させていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい魚も取り合いになると思うので、そうですね、確かに。時間の勝負だと思うので、はい、行きたいです。もう行きましょう。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。あれですか。本当ですか。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。これ今どれぐらい置いてるんですか。これ昨日の競りで塩釜ありがとうございます。184点。腹いいんですか。あら全然最近って餌とか何食べるんですか。この辺の銚子の魚、これイワシなの完全に油が。あ、もう赤身食うと分かる。美味しいけど若干やっぱ青臭さがある。でこの辺は結構金華沖で巻き網で巻いたやつなんで。サバだとちょっとどんな感じ。いや油がそこまで今のサバ自体そんなに油乗ってない。そこまで油乗ってこないけど赤身の味は美味しい。大トロも出すんですか。今日は腹中ですよね。そうですね、ちょうどいいところいただきました。ありがとうございます。採算大丈夫です。大丈夫です。他でなんとか頑張りますんで。大トロってどのタイミングで使うんですか。今日もう使っちゃうんですか。一応一回寝かしたいんで、一回ちょっとまた後日ちょっとずつ出す感じです。少しずつ。贅沢ですね。いや、今日はたまたまスポットで、今からちょっと山春さんってところに来て。お目当ては何ですか。いや、ちょっといつも大事にしてるアジですね。味が良ければね。お願いします。お願いします。いい味はどうやって見極めるんですか。鱗があるかどうか結構重要ですね。鱗がしっかりついてると、そうですね。身がしっかりしてるみたいな。はい、あとは目と普通に選びてって感じですね。新鮮度合いを見るって感じです。そうです。はい。あと触ってみてちょっとこう芯があるっていうか。筋肉質みたいな。そうですね。はい。味は大分の豊後味にこだわってらっしゃるんですか。確実にここを使いたいっていうのはなくて、やっぱその時期で美味しいものがやっぱ一番いいかなと思います。生け締めにこだわるっていうのは、その鮮度をなるべくキープできるようにですか。やっぱこう打ち出し方が素材をこう生かす仕方で出してるんで、なるべくいいものを使いたい。厚みです。厚みが厚ければ厚いほど脂が乗ってるんですね。山春さんではもういろんな魚仕入れられるんですか。はい、そうですね。アジ以外でいうとどうですか。今日はウニですね。ウニも、はい、スミイカ小肌も選びますか。はい。ちなみに今日は佐賀と江戸前がある。今佐賀とか餌とかはやっぱ海苔とかですか。そうなんですね。はい。これこっちは佐賀。こちら江戸前。いい小肌ってどうやって見極めるんですか。ある程度が目が黒いとか新鮮に見えるんですよね。ただ江戸前の場合は昔から赤いんですよ。逆に佐賀の方は赤のですから物は悪い。産地によって見極め方全然違うんですか。全然違うんですよね。そっちが江戸前で、こっちは江戸前。そっちが佐賀。確かに目の色違いますね。目が違う。佐賀は結構ね小肌が有名なんです。どっちの方が脂乗ってるとかあるんですか。今日は江戸前の方が脂が乗ってるんです。こっちも一応乗ってるんですけど、
若干江戸前のが多いですね、油が。触った感じとかではちょっちょっと分かります。こっちのちょっと柔らかいんですよね、ある程度、歩幅が。で、こっちはちょっとある程度硬いというか、プリンプリンみたいなそれが油なんですよ。はい、全然違います。こっちのは油なんです。海側はね、身が厚いかとかですよね。でダメなやつはもっと薄いの。身が見ないと、手でほら捨てるところ結構多いんですよ。ありがとうございます。すごい綺麗ですね。大体今これ、バフンウニですけども、やっぱこう色目と、やっぱ味も今いいんで、いいウニの見極め方とかってあるんですか？ウニってやっぱり色と硬さと味って言うんですけど、やっぱり色は良くて、皆さんがイメージされてるような、本当に綺麗なウニっていうのがやっぱり良くて、で、硬さっていうのは、ウニって角が立ってるウニってやっぱりこう鮮度がいいんですよね。どうしてもこう鮮度が悪いと、少しこう柔らかくなってしまったりとか、溶けが早くなってしまったりとかするので、で、あとはやっぱ味ですね。味はなかなかこう食べれないですけど、僕らやっぱりこう買うときに少しこう味見しながら、これだったらいけるよねとか、メーカーによってもやっぱ作りが違うんで、それを見ながらやっぱり買ってます。いつもウニはここで。そうです、ここでお世話になってます。頑張ってもらって、今日もちょっとまたいいやつ。そうです。本当にいつもありがとうございます。一応欲しい価格帯を伝えて、なるべくそれでいいので言っていただけるんですか。味だけは妥協しないようにっていう感じですかね。特に一発目に出してる商品でもあるので、大事にしたいな。なんかよく明晩の話とかってよく言うじゃないですか。明晩をなんかこう。明晩もやっぱり、全てのこういう箱にはちゃんと使うんですよ。明晩使わないとこういうふうにやられないので、明晩臭いとか薬臭いとかっていうのは鮮度が悪くなったりとか、時期であったりとか、ウニ自体でも味がなくなると、どうしても明晩とこう合わさって変な味になっちゃうんですよね。明晩自体が変な味するわけじゃなくて、ウニ自体に力がなくなってくると、ちょっと嫌な味が出てしまう。すごくいい時期のものであれば、絶対にそんな変な味はしないので、明晩使っててもですね、そこは心配ないと思います。ウニのクオリティによるってことですね。そうですね。はい。キスですか？養殖のキス。初ですよ、これ。成功したばっかり。めちゃめちゃ綺麗。すごいですね。輝いてます。透き通るような色合い。キスは使うんですか？いや、これから良くなってくるんで、昆布締めとかにするんですか？カレコの質で上がって、酢で。あとは、面白い出し方考えたいですね。何本いけるんですか？ 3 本ぐらいですか？ありがとうございます。今後のメニューもどうしていこうっていうのも市場に来て見極めてるんですね。めちゃくちゃ刺激になります。だからやっぱ市場にこう買わなくても来るみたいな。挨拶もそうですけど、やっぱ刺激を受けるんで、これやりたい、あれやりたいって言うんで。だからよく海も変わってきてるって言うじゃないですか、温暖化の影響とかで。それによって食材がどう変わってきてるのかみたいなのを市場に通わないとわからない部分もありますよね。今日とかもキスも初ですね。養殖初、どんな味がするかとか、めちゃくちゃ興味あります。楽しみですね。食べてみてどうしていくかみたいな。じゃあこの後はお店で。はい、そうです。はい、よろしくお願いします。はい。背の部分ですよね。はい。何キロぐらいのマグロですか170キロですね。でかいですね。はい。今これは血合いの部分を取り除いてるんですか？はい。これは今赤身の部分を取るそうですね。感じですか？はい。取るときは、その中トロを、考えて切って感じですかね。これは中トロの部分になりますか？そうですね。これ血合い岸ですね。一番バランスがいいという。赤身と中トロのいいとこ取りみたいな部分ですかね。マグロは結構フレッシュなものを使ってるんですかね。向こうでちょっと置いてくれてますね。石地さんの方でもうすぐ使えるように。バリバリフレッシュじゃないと。皮に全然残ってないですね。でも残す方がもしかしたら多いかもしれないです。結局ここは多分削る血管とかあるんで、多分削る方がいいと思うんですけど、まず残す方もいますけど、私の場合はピシャッと取ってます。それは筋の部分ですか？はい。筋の部分とかは、はい隙見にす隙るんです。見にして、はい、ちょろたくで使います。
どうですか、今日のマグロは。いいと思います。美味しそうです。今日はこれをお出ししますので。なんかもうプルプルしてますね。やっここは天パネで本当に一番柔らかいところですね。ぱり触った感じとはい色で、今日のマグロすごいいいなとか、いそういうのはもうわかるもんですか？触った感じでやっぱ質感がやっぱこう美味しそうだなっていうのはやっぱありますね。今日はいいなっていうのはあります。この1本ってはい。マグロ1匹からしか取れないですよね。マグロ1匹から2個ですね。 2個。はい。じゃあもうマグロ3尾分ぐらいですか？これはそうですね。脳天は火を入れないと使えないですよね。そんなことはないと思うんですけど、筋がやっぱどうしても強いところなので、これちょっと生食したいって感じで僕個人的にないので、レアとかは全然あり得ると思いますけど。火を入れた方がそうですね筋も感じなくて、そうですね。はい。美味しく食べれると思すごい柔らかそうですね。う。プルプルです。はい。油も乗ってそうですよね。はい。もうこれはもう本当お肉に近いと思うので。脳天も本マグロですか？ので本マグロです。それアジですか？はい。ちょっとこれは2日前に掃除したやつを、ずっと氷の中に入れてたやつです。氷温熟成みたいそうですね。それに近いと思います。熟成かけるほどのあれではないんですけど。な。なんかアジってはい。フレッシュなのがいいっていう人もいれば、はい。ちょっとフレッシュすぎると、なんかこう、ちょっと硬すぎるみたいな、寿司にしづらいみたいな、はい二つ意見分かれると思うんですけど、はい。これに関しては、どちらかというとちょっとこう熟成じゃないですけど、質感は違いますね、やっぱり。ふわとろみたいな感じです。はい。アジはこだわりのポイントとかあるんですか？これに関してはちょっと酢でやっぱ洗いますね。酢で洗う意図って何なんですか？どうしても生臭みがあるから、ちょっとこう緩和させたりとか、締めるじゃないですけど、そういう効果があると思いますけど。臭みを取るために酢で洗って、はい。やっぱどうしても青魚特有の匂いがどうしても出ちゃうんで。筋目まではいかないってそういうイメージでですすか？はい。どこの味とかこだわりはあるんですか、産地に？産地まではちょっとさすがに指定はしてないんですけど、やっぱ釣り物で美味しいやつお願いしますっていつも言ってます。釣り味だと身のダメージとか全然ないそうです、感じですか？はい。味に関しては、もう僕がちょっと好きなのもあるんで、傷ついてない方がはい劣化もそんなに早くないんですかね？そうですね。やっぱりこうダメージが少ないってことは、身のストレスもないので、やっぱその分お値段はしちゃいますけど、大体アジアあたりでなんかお客様の顔も結構変わったりするんですよね。すごい綺麗な色ですよね。塩水で締めます、味は。塩水で締めてから酢洗いするんですか？そうです、はい。青魚臭さとかを取りつつも、やっぱ下味の塩を入れるっていう意味合いの方が強いかな。小さくても油は乗ってることはあるんですか？そうです、はい。見た感じ、なんかこう、しっとりしてて、はちょっとこう、油のような白っぽさがあって、はい美味しそうですね。骨抜き大変ですね。い。お客さんにこう、口入るのを想像すると、全然何とも思わないです。で全然色味が違う。白くなってるのは酢が入ってるそうです、はい証拠ですか？、そうですね。見た目の美しさも全然違いますね。そうですね。アジ切りつける時のアジの大きさとかは、はい。なんかこだわりあるんですか？味に関してちょっとこう、頬張ってもらいたいみたいなのがあるので、照らさずに厚めはしっかりとってますね。こんな感じで。で、身が、美味しい魚を入れてもらってるので、それを引き出せるように、結構こんな感じで、肉厚ですね。一括に切っていく。お花もスピード命ですか？そうですね。魚はもう全部スピードが。丁寧さももちろん絶対大事なんですけど、優先順位で言ったら、丁寧さよりとかは、スピードはやっぱ絶対意識してる。丁寧にできる技術を持った上でスピードを重視でやらないとって感じですか？じゃないとスピードって絶対上がっていかない。もうやっぱそうやって教わってきましたし、なんか最初の頃はなんでこう丁寧にやった方がいいじゃんみたいな思ってたんですけど、だんだんこう先輩が言ってることのこうだんだん理解してきたりとか、スピードって第一優先にしないと上がっていかないんですよね。確かに速いですね。いやいや、スピード重視でやらないともう劣化が進んでっちゃうんですよね。それかすなし、やっぱ自分自身の成長もやっぱない。小肌切りつける時のポイントとかってあるんですか？腹骨ですかね、ちゃんと取るっていうか、成形するって感じですかね。この段階で結構成形してあげますね。形の美しさがはいここで決まるっていう感じですか？はい。この段階ですごい綺麗だなと思って。いえ、実は全然まだまだなくて、僕がもともとお寿司屋さんではないので、
和食の方がどちらかというと長いし、小肌ってやっぱお寿司屋さん限定の魚というか、そうですね。はい、和食では使わないので。和食は何年ぐらいやられてたんですか？でもそれでも5年ですかね。それは日本の和食屋さんですか？はい、そうです。和食の経験が生きてきたな、みたいなことを感じることってあるんですか？和食に限らないと思うんですけど、その道具の使い方とかですかね。機材の使い方とか、なんかそういうのが一番かなと思います。この小肌は今、塩を洗い流してるイメージですか？そうです、はい。流水で洗わずに、溜め水で、塩も流れちゃいますし、やっぱ魚の味も抜けちゃうので、ボウルのこう溜めた水で。くぐらせるイメそうですねージですね。。はい、本当に塩を落としてるって感じです。今日の小肌の油の乗り具合はどうですか？いい感じです。塩どれぐらい当てるかっていうのは見て調整されてるんですか？そうですね。もうちょっと感覚値になっちゃってますけど、サイズもやっぱ大小あるので。大きくて肉厚なやつは気持ちしっかりめにはい塩を当てるんですね。はい。これで今日は20分強ぐらいですかね。少し角度つけて立てかけてるのは、やっぱり水が水が下に流れるように。そうです。はい。この塩締めっていうのは基本的なところですけど、はい目的としては余計な水分を抜いて臭みを取るっていう位置づけですよね。そうです。はい。塩味をちょっと入れるっていうのもありますし、あとはこう硬さですかね。こう締まってる硬さとかで塩が入ってるかな。20分経ってないぐらいです。これで3日目ですね。小肌は締め加減とか、はい結構お店によって違うと思うんですけど、こだわりポイントあるんですか？多分ですけど、塩はそこまで強くないと。一応やっぱ初日はあんまり出すことないんですけど、大体やっぱ2日目、3日目にしを考えて仕込みにしてます。3日間置いとくっていうのはどういう狙いがあって置いとくんですか？酢がだんだん馴染んでいって、よりこう美味しくなるっていうイメージがあります。もちろん初日は初日の味の美味しさもあるんですけど、ただやっぱそれは物の小肌の脂のりとかの良さに左右されてきて、でもこういう締めた何日か経つと、その素材の良さとかは仕事量では味が変わるっていう。酸がまろやかになるようにして、ではい油の乗りによって日数は変えてっていう感じなんですね。それそれは何ですか？昨日つけたホタテですね。煮ホタテって煮た後につけておくんですか？生の状態でキープしときながら、つける出汁を沸騰までちょっとこう合わせ出して合わせたのにちょっとこう煮詰めて、でそれを熱いままこう入れる。火入れすぎずというか、そう煮なんで込むっていうよりかは低温調理ぐらいに。そうです、低温調理に近い。なので中はレアというかこういう状態ですね。要はこれをでこう潰して最後に握るって感じ。中はホタテの味がちゃんとするっていうような。じゃあこれ炙ります。これ特殊なガスバーナーなんですか？ここにチャコールフィルターっていう炭のフィルターがあるんですけども、ガスの香りをこうなるべくつけないように。じゃあガス臭くならないんですね。そうですね。はい。気持ち炭の香りしますね。本当ですか？なんかガス臭くないです。あ少なくとも。火入れの目安とかあるんですか？結構焦がすというかもう真っ黒になるまで火入れます。あとちょっとこう油がこう活性するような、一度ここの油を溶かすようなイメージにしてます。食べた時に油を感じやすくなるために。イメージとしては溶かして、まず再度ここでまた全体に馴染ませるみたいなイメージがしてます。カツオは皮を取るんですね。これ刺身用なんですけど、皮は取っちゃいます。結構皮つけたまんま、はいこう、わら焼きにしたりとかあるじゃないですか。なんかそこはこだわりのポイントがあるんですか？燻製にするので、皮を炙んなくてもいいかなっていうところですかね。冷燻ですか？一応温燻にはなります。ただ、そんなにこう長い時間燻製するわけじゃないので。皮目にはい。十分火が入らないぐらいの感じになっちゃうから、あえて取ってる。そうですね。特に皮の美味しさよりかは、その身の美味しさ、この早いカツオのこの、なんていうんですかね、血っぽい感じっていうか、それをより分かってもらうためにもあります。酸のある旨味ですか？そうですね。これちょっと一応、2日前のやつなんですけど、こう油が。ちょっと虹色にはい。輝いてるのは、これは油ですか？はい。カツオの油です。
スミカは何で使われてるんですか？甘くて美味しいからですね。厚みがあるにもかかわらず、やっぱこう柔らかく感じながら甘く食べれるんですかね。スミカならではですね。スミカならではスミカはこれさばいた後は寝かせたりはしないですか？できればやっぱ1日とかは置きたいですかね。水分をしっかり取るっていうか。じゃあねっとりとさせすぎず、熟成までいかないけれども、そうですね。まあ余計な水分が抜ける程度まではい。寝かせるってイメージですかね。もう毎日イカの状態をチェックされてるんですね。一応。場合によっては1日以上寝かせることもあるんですか？こうはものによっては厚みがこうあって硬いのもありますし、薄いけど手で硬いってあったりするので、ちょっと状態見極めながら、もうそれでも硬いってなっちゃったら、まあ、切り方変えるとかして出すようにしてます。それは2日間。もうこれはもうちょっと食感というかもうとろけるような柔らかい感じです。見ただけでも全然違いますね。しなってますね。はい、こうするともう多分とろけるような美味しいスミカにまたちょっと違うか。昆布は沸騰させない程度はいでゆっくり煮出す。大体、旨味が出始めるのが65度とかから80度ぐらいまで昆布が味出てくるので、その時間帯をゆっくりこう長く取る。最後、逆にこの鰹節の場合は逆に95度とかが抽出できる温度なので、昆布取った後からまた温度を上げていく感じです。どこの昆布使ってるんですか？昆布は利尻ですね。昆布だけはこう味が弱いと本当量を入れなきゃいけなくて、その量を入れると今度はえぐみが出てくるんで。すごい綺麗な色ですね。香りがやっぱいいですよね。これが新潟のコシヒカリです。米はどうやって選ばれてるんですか？いろいろ試したんですけど、これが一番美味しかった。これが良かったみたいなポイントってあるんですか？炊き上がりの香りが良かった。シャリ切りのことも考えて美味しい子に使いたいなと思ってコシヒカリで、でも本当色がもう綺麗で炊き上がりの香りがすごく良かったのでこちらに食べました。甘い香りが漂ってくるみたいな。お酢はこれ小肌の筋目用のお酢ですか？はい、そうです。ブレンドしてるんですか？ブレンドはいしてます。お水とシェリーにします。シェリービネガーを使う理由は何なんですか？香りが違う作るので、シェリービネガーにしてで、シャリに関してもシェリービネガー入れてるんですけども、要は酢の性能が違うんですよ。日本のお酢っていうのは火が入るとお酢って飛ぶんですけど、こっちのワインビネガーとかのお酢は火入れても酢が飛ばないので、シャリに関してはちょっとこう米熱々に混ぜてやっぱちょっと火入るじゃないですか。で馴染んでいくんですけど、やっぱこのビネガー系を入れていっても火が入ってるのは酢が飛ばないので、こう酸味をちょっと残しとける。そういう狙いで入れてます。あとはシェリーの香り。あとは個人的にそのワインとかを合わせたいのがあるので、まあそういったシェリービネガーとかバルサミコとか入れてる。ワインとか飲んだ時にもこう違和感なく、もちろん日本酒にもああいうような感じ。だからあんまりこう前に出ないようにはしてます、味的には。いい香りですね。これは冷やしておきます。シャリ酢は何が入ってるんですか？シャリ酢はおかずとフラル三年酢っていう穀物酢ですね。あとは砂糖、まあ、グラニュー糖とか入れて、赤酢2種類と、はい、シェリービネガーとはい米酢と砂糖ってことですか？はい、そうです。砂糖もちょっとほんと細かいんですけど、グラニュー糖と上白糖2種類どうですか、炊き上がりは？はい、美味しいです。完璧ですか？はい、お餅のようなこう香りというか、本当にいい香りです。これは今日1日分のシャリですか？そうですね。何合分ぐらいあるんですか？これは7合ぐらいですかね。シャリ切りのコツとかってあるんですか？下にそういう風に混ぜるがゆえにこれだけ大きい寿司を必要なんですね。そうです。はい。シャリの温度にこだわりとかってあるんですか？それは握るときに握る時の、はものによってもちろんこう温度あると思うんですけど、あんま熱すぎずっていうのもありますね。僕が食べるときにその違和感だけはさせないように。まあでもやっぱネタの温度もこうだいぶ上げてはいるので、まあシャリの温度も上げていくんですけど、冷たい魚に熱いシャリっていうのはやっぱ違和感があると思うので。い。これでシャリ切り自体は終わりですか？はい、終了です。煮切り醤油ははい
うちの場合はシェリー酒ビネガーとか、煮切りに関してはポートワインですね。酒税強化ワインですよね。ちょっと甘みがある。アルコール度数強いですよね。17% ですね。で、これがちょっとやっぱ甘みと、ちょっとやっぱブドウ感があって、一般的な煮切りの作り方すると、すごい醤油がすごくなんか際立つんですよ。なのでかなり醤油を減らしてます。よくある煮切りのレシピっていうのが、だいたいみりんが1位、酒が1位、醤油が3とかが多分一般的な煮切り料理なんですけど、ポートワインを入れてるので、醤油が多分1ぐらいしか入ってないですね。そうなんですね。はい。で、あとはちょっと、うちのシャリ自体も結構しっかり味がついてるので、多分お寿司屋さんそうだと思うんですけど、煮切りであんま食べさせるっていう認識があんまないと思うんです。シャリと、煮た魚と、その間を取り持つような考え方をしてますね。でも別に甘ったるくはないですよね。はい。一番大変なポイントって何ですか？仕込みする上で。仕込みじゃないかもしれないですけど、その品質管理みたいなことですかね、やっぱり。魚の状態を見て、味を確かめて、調理して味を確かめて、はい。これやっぱ一番気を使うと思います。自分の味覚がおかしくならないように気をつけてる日々の生活の食事とかあるんですか？そういう刺激的なものはあんま取らないようにしてますし、でも自分の味覚ってそんなに信用してないっていうか、やっぱ自分もいかなる時でも味ぶれる時があるので、自分でもと思ったらやっぱり人に聞きますね。大丈夫かなと。スタッフの人にも食べてもらってみたいな。自分の舌をあんま過信しないようにはしてますね。だからどうしても疲れたりとかすると、やっぱり濃いものが欲しくなって、塩分が欲しくなったりとかするんで、そしたら塩分感じづらくなっちゃったりとか、お腹空いてたらないと大抵何でも美味しいですし、いかに標準値で考えれるかみたいなのは結構大事だかなと思います。京都の手組みというお酒でございます。最初のつまみ3貫と一緒に合わせてお召し上がりください。デラウェアという国産のブドウ品種を使って京都の丹波で作られたスパークリングワインです。瓶内二次発酵、つまり瓶の中で発酵を継続させて作られたワインで、檻を取り除かない室香なので濁り酒のような酵母の旨味を感じます。そしてブドウの果実味もあり、甘くはなくすっきり辛口なので一杯目に飲むのもいいし、お料理とも合わせやすそうです。脳天ですね。脳天を焼きまして、ちょっと美味しいところのウニと一緒にぜひ召し上がってください。ありがとうございます。乗っているバフンウニは臭みが一切なく甘くてクリーミーです。そしてマグロの脳天は火入れしているのもあって大量の油とともに口の中で溶けていく至福の味わいです。炙った海苔の香りも芳醇で相性抜群です。きゅうりの酢の物とネギのかば焼きを合わせましたうざくという料理でございます。きゅうりは足さずに作っておりまして、ネギかば焼きですね。ぜひきゅうりと一緒に召し上がります。酢の酸味のバランスが程よく酸っぱくはなくて、うなぎの脂と甘いタレをさっぱりと調和してくれます。モッツァレラチーズとからすみ磯辺焼きでございます。畳んでいただきましてお召し上がりください。ミルキーで甘みとコクのあるチーズと対照的に塩味があるからすみがお互いを引き立てます。味を邪魔しない程度のわずかな芽ネギと海苔の香りによって爽やかに調和しています。スミカです。2日ぐらいですね、置いてるスミカなので、歯ごたえというよりかはねっとり具合になってます。最初の舌触りは滑らかで、パツパツとした程よい歯ごたえとともに、シャリがほどけながらねっとりとイカと交わっていくような食感です。肉厚な身に隠し包丁をたくさん入れているので、濃厚な甘さです。シャリはほんのりと酢が香る程度で、イカの味わいを邪魔しないいい塩梅です。次はタチウオ。皮目だけ炙ることで半生になっています。なので油の甘みを感じやすくなっていて、口どけもいいです。次はイサキ。昆布締めすることでグルタミン酸による旨味がブーストしています。油の乗り方を見て、昆布締めをどれぐらいしっかりするか判断しているそうです。今回は強めに昆布締めしているみたいですが、昆布の香りが強すぎたり、ねっとりしすぎているわけではありません。イサキの旨味もしっかりと感じられます。2022年マルコですね、オーストリアのブルートヘルトリナという品種でございます。白桃のような果実味とミネラル感と程よい酸があり、爽やかかつふくよかな味わいです。味ですね。上に当たりネギをかけております。ネギの青いところと生姜を一緒にすりおろしてありますね。油が大量に乗っていて、なおかつ肉厚なカットなので食べ応えがあります。ネギ生姜の薬味によるアクセントもパンチがあって美味しさを加速させます。カツオのお刺身です。じゃあ燻製にしておりますので、開けたらちょっと煙がバッと出てきますので、ぜひゆっくり開けていただいて。はい。カツオはですね、漬けにしております。
漬け地にも追いがつおをしています。で上にマスタードとからしを混ぜたものを乗せてます。かつおだしのタレにつけてから冷燻にしています。桜のチップによる華やかな香りをまとっています。食べてみると漬けだれとかつおの身で旨味を2段階で感じます。油がそこまで乗っていなくてもこれだけの食べ応えを出せるのはすごい職人技です。次は荒政の三郷錦です。この価格帯で荒政が出てくるのはすごいです。透明感のある飲み口で口当たりがいいです。そしてメロンのような甘い香りと程よい酸が完璧なバランスです。サワラです。上に玉ねぎ醤油を入れてます。玉ねぎがちょっと辛みがちょっとありますので、わさび入れてます。皮目を炙って玉ねぎ醤油の薬味を上に乗せています。この薬味が相性抜群です。サワラの油の乗り方がまだそこまでというものでも玉ねぎの甘みとコクで保管するようになっています。油が乗っていなくても淡白な味わいではなく、これだけ食べ応えが出てくるのはすごいです。次は小肌。全く酸っぱくはなく、身も半生ぐらいの浅締めです。この方が小肌のとろけるような食感と旨味が楽しめて、小肌単体だけの美味しさを考えたら個人的には好みです。新潟県の濁り酒阿部という品種でございます。一緒に合わせてお召し上がりください。折り絡み生原酒です。こちらも甘みと酸味のバランスが良く、それに加えて折り絡みの日本酒らしい苦味の味わいもあって飲み応えがあります。厚めのビールです。高温で揚げてまして、中はレアに仕上げております。でタルタルソースは自家製のタルタルソースでガリを刻んで入れてたりとか、あとちょっとエビと相性のいいギルを足してますので、ぜひタルタルソースたっぷりつけて、このスプーンはすくってかけてもらえるようなスプーンですので、たっぷりつけてお召し上がりください。ここでまさかの変わり種です。硬派な寿司屋にはできない変化球も面白いですね。生物が続くと揚げ物を途中で挟みたくなる気持ちがわかります。衣は軽めでエビはプリプリで殻が香ばしく、ビールを挟みたくなるような一品です。ホタテです。真ん中に大葉をちょっとかぶしてます。ホタテの煮汁を煮詰めて、生のホタテのようなプリプリ感ではなく、かといって火入れしたホタテのような繊維質は感じず、ふわふわでねっとりとほどけるような食感です。この食感なのでシャリとよく混ざり合います。そして甘めの煮詰めにホタテの甘さが負けておらず、異なる2つの甘さが混ざるのを口の中で感じられます。次は羽屋の生原酒。優しい口当たりとみずみずしい味わいで、ごくごくと水のように飲めちゃいます。そして余韻では芳醇な香りを感じられます。紙です。あ、全然飲んでもらった方が嬉しいです。旨味が濃厚です。水っぽさはなく、フレッシュすぎて酸味が気になるということもありません。鉄分っぽいマグロの酸とシャリの酸が調和していてまろやかな味わいです。シェリービネガーを使っているからか、まるで握りの中ですでにマリアージュしているかのような感覚です。中東の外側のところですね。お待たせいたしました。先ほどの赤身より油の旨味が強く乗っかり、口どけもいいです。シャリとのバランスが良くて、油と酸と米の調和を楽しめます。そして小さすぎない握りなので食べ応えもあります。マグロに合わせるのは赤ワイン。ローヌのシラーとグルナッシュが主体で作られている赤ワインです。チェリーのような果実味にほんのりスパイシーさも感じます。そしてタンニンはあまり感じず、マグロの余韻を邪魔しない飲みやすい赤ワインです。チャームシですね。ウニとイクラのチャームシでございます。バフウニとイクラを乗せています。ウニは冒頭と同じもので、温かくなっても臭みが全く出てこないです。イクラの塩味とウニの甘さがお互いを引き立て合って、茶碗蒸しで全てを包み込むように食べられます。次はホタルイカ。肝がパンパンのホタルイカを叩いて、味噌と生姜と大葉を混ぜています。肝がパンパンということは、ホタルイカの最大の醍醐味である綿の甘み、旨みが強く感じられます。味噌やシャリに一切負けていません。そしたら最強味噌のソースですね。で、奥にあしらいとしてきゅうりとごぼうの浅漬けをご用意しておりますので、口直しでお召し上がりください。で、見える葉っぱは青竹とクレイジービーツのひよこ豆の芽ですねを使ってます。もしよろしければ銀だらはかなり脂が乗っています。そして味噌は程よい塩梅でしょっぱすぎないです。後半でもこういう変化球があると楽しいですね。ドリンクの最後はだるま正宗という3年熟成の古酒です。日本酒の熟成酒というと一般的にはかなり甘くてチョコレートっぽい味わいになってくるようなイメージでしたが、こちらは違いました。甘さは控えめで米の旨味が強くて、古酒に慣れていない人でも飲みやすいと思いました。そして食事にも合います。
次はトロタク。トロのすき身とたくあんを混ぜています。こちらも海苔は炙ってあり、贅沢にぐるっと巻いてあるので、海苔のパリパリ感と芳醇な香りを存分に楽しめます。そして申し分ない量のトロで口いっぱいになるので、トロの脂が溶け出していく幸せな感覚を最大限に感じられます。穴子の笹寿司でございます。一度こちらを蒸して火は入れてますけども、炭の香りをまた移さ油しています。こちらの爪楊枝外していただきまして開いてお箸でしてください。穴子はですね、上下でサンドしておりまして、真ん中に葉唐辛子の漬物をちょっとこう挟んでおります。シャリに対して穴子の量が多いので、穴子の旨味で口いっぱいになり幸せです。そして笹の葉の香りと葉唐辛子は味わいを邪魔しない程度に爽やかな香りです。他の店では見ない珍しい穴子の食べ方ができるのもいいです。味噌汁です。初めのしじみのエスプレッソ、ちょっとコーヒー仕立てにしています。色自体はですね、竹炭で色をつけておりまして、竹炭もですね、ミネラルを含んでおりますので、しじみと一緒にですね、体調を整える役目がございます。濃厚なしじみだしは五臓六腑に染み渡る幸せな締めくくりです。そして最後にデザートで終わりです。ごちそうさまでした。以上が寿司初目で出てきた全メニューでした。料理のコースは全部で22品出てきて、なんと9900円です。1品あたりに換算すると450円程度で、魚のクオリティと手間暇を考えたらかなりお得だと思います。豊洲という世界一の魚が集まる市場で、いいものを調達していながら、この価格で提供できてしまうのは努力の賜物だと思います。ちなみに今回ドリンクは7杯のペアリングで6600円でした。無難ではなく質が高くて珍しいものもあって、この価格ならペアリングの価値ありだと思います。ドリンクがないとおそらく採算が成り立たないような気がするので、僕みたいに酒好きな人はたくさん飲んで応援してあげた方がいいかもしれませんね。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。